はい、皆さんおはこんばんにちは、さとけんです。今回はワンピースフィルムレッドの歌の髪型を作っていきます。ということで、新店舗での新時代の幕開けは歌から始めていきたいと思います。まず髪色が、本人の右側が赤系の色、左側が薄い白っぽいピンクの髪色になってます。なんか前にも半々の方はいた気がしますが、問題はこの後ろの髪で、形もさることながら、これ実は後ろでヘッドホンを貫通してます。後でまた説明します。毛先の輪っか2つもやんわり物理法則を無視している気がしますが、こちらも頑張っていきたいと思います。ベースはこちらの薄いピンクの髪色のウィッグを使います。長さが80センチでちょっと足りないので、こちらの100センチの毛束も追加して作っていきます。まずはカラーから始めます。買いたてのウィッグはコーティングされていて染まりづらいので、一度シャンプーをしてから染めていきます。絡まりやすいので気をつけてください。ブロッキングはシンプルですね。ただただセンターでまっすぐピシッと分けていきます。右側だけ染めたいので、左側はダッカールで留めて混ざらないようにしていきます。人毛ではないので、布用の染料を使って鍋で染めていきます。イエス。はい。違う。作品が違う。危険。鍋の中に塩と促進剤を入れて混ぜておきます。歌の赤髪は原色というよりはちょっと複雑な色をしている気がするので、こちらを混ぜて染めていきます。この鍋の中に先ほどの毛束と本体の半分だけをぴっちり入れて染めていきます。こんな感じになってますね。良さげな赤髪になったら鍋から上げて、色が出なくなるまでしっかりとシャンプーしておきます。洗い終わったらしっかり乾かすと、綺麗なサラサラないい感じの赤髪になっています。という理想の夢を見ているんだ。現実は甘くないですよね。絡まりまくっております。本体の方はアイロンでなんとかなるんですが、毛束の方がもうこんななっちゃって、1日 2,3 時間ほどいってだいたい1週間ぐらい経ってもまだこんな状態でしたので、もうさすがにこれは一回ボツ。もう根津キノコならぬ根津ドリンクのドーピングを決め込んでやり直しをやっております。皆様もカフェインの摂りすぎにはくれぐれもお気をつけください。今度は絡まってないですね。ついでによく見たら、この真ん中のところ何ミリかだけ染まってなかったので、ここもついでにペチッともう一度染め直しておきます。別に失敗したんじゃなくって、これダークマターを作る練習してただけだし。カラーが終わったので、次は毛束を耳の後ろにドフラミンゴしていきます。動画の最初でテロップだけ出しましたが、チャンネル登録10万人ありがとうございます。記念にまた好評だったリクエスト企画をやりますので、この動画のコメント欄で皆さんが見たいキャラクターを教えてください。条件は概要欄にありますので、必ず読んでからコメントしてください。次はカットをしていきます。というか前髪だけしか切らないんですが、左は鼻の高さでまっすぐ、右は斜めにカットしていきます。パッツンにしたいときは極力落ちてる状態に近い位置で切ってあげると綺麗にパッツンに切ることができます。ショートバングを切るときはいきなり狙った長さを切ると失敗しやすいので、ちょっとずつ短くするといいですね。パッツン側の前髪は表面の髪だけチョップカットで崩しておきます。そうするといい感じに丸さとパッツン感が両立できます。ショートバングの方はしっかりチョップカットを入れて、中にはちょっと深めに切って動きをつけておきます。
カラーと前髪のカットが終わった状態がこちらです。結構奇抜かなと思ったけど、意外とこの前髪可愛いから僕は好きですね。ウタのヘッドホン、ヘッドセットですね。結構特徴があるヘッドセットなので、こちらも作っていきます。プラスチックのちょっと固めのコップなので、アクリルカッターで切って、内側を一度水色で塗装してあります。で、実際にこれを使える Bluetooth のヘッドホンにくっつけて、あとは塗装したりなんやらで一応形にしているんですが、なんかちょっと違和感を感じたので、よーく見てみると、毛束がヘッドホンから出て入ってもう一回出てくるんですよね。これが最初に話したヘッドホン貫通の話なんですが、毛を中に通せるようにパテで形を作ってもう一度塗装し直しておきます。いい加減エアブラシを買おうかな。何度か重ね塗りをしてアニメっぽいつるっとした質感を作ってあります。裏側は耳に近いところから毛が出るようになっていて、表は真ん中から出るように開けてやります。ストレートアイロンを使ってセットの土台を作ります。これも前髪だけですね。しかも軽く内に入れるだけのすごく簡単なお仕事ですね。アイロン後の毛束は熱いのでやけどしないように気をつけてください。一箇所跳ねているアホ毛みたいなのもありますので、これはちょっと長さを切って外跳ねにさせて作っておきます。後ろの髪の作り方40億巻に小田地が公式で書いてくれているんですが、ただこの作り方でいくとどうやっても長さが足りないんですよね。100センチの髪でこれなので、もしかしたらウタの髪は130センチ以上あるかもしれないですね。ベースのスタイリング剤はサンコールのキートスループを使います。単純にジャケ買いというかパッケージが可愛くて今回使っております。強さ的にも4番だったら手ぐしと櫛がギリギリ通るぐらいの強さなので、わりかしセットはしやすいかなと思います。さっきお見せした通り、このままだと後ろの髪が再現できないので、公式とは少しやり方を変えて作っていきます。それぞれの色ごとに真後ろとあと耳の後ろですね、2箇所に分けてしっかりゴムで結んでおきます。結ぶゴムの位置、高さは横から見たら耳と同じ高さになるといいですね。ウィッグだと地肌が見えてしまうので、ちょっとだけ引っ張り出して隠しておきます。結んでるゴムを90度こんな感じでずらしてあげることで、毛束を上に向けたり横に向けたりがかなりしやすくなりますね。これやっといた方がいいですね。反対側も同じように作っていきます。ハードスプレーはエンドとオムのロックスプレーを使っています。僕はもうほぼハードスプレーこれしか使ってないですね。結構使いやすいです。ただこれだけでは足りないので、今回もいつもの YS パークのクレイジーミストにお世話になることになります。今回は逆毛も立てずに、このつるっとした状態というか毛流れそのまんまでできるだけ輪っかにしたいので、びっしょびしょの状態にして毛流れそのままで形状記憶させます。輪っかを作るときはバランスが大事なので、見聞色のハケを使って理想と現実両方の世界で同時に作ると大きさのバランスが取りやすいですね。結構輪っかが大きくないと前から見えないので、後ろから見るとそこそこ大きいですね。このままヘッドホンをはめると毛量まだ多くてちょっとみっちみちになってしまうので、公式のやり方ならね1本で切らなくていいんですけど、今回ちょっとやり方が特殊なのでこんな感じで横に向けて這わせてあります。そうすることでスポッとはまりますね。これでヘッドホン貫通風に見えるかなと思います。最後に毛先の輪っか2連チャンを作っていきます。なんならこれが一番物理を無視しているんですが、赤髪の毛束を2つに分けて片方に毛先に輪っかを作っておきます。もう片方の毛束を半分に割って間を通して、その残った毛束をもう一度上で結ぶことで輪っかが2連チャンになります。ゴム見えたくないので毛束の半分でゴムを隠して、残りの毛束は上の毛に混ぜて分からなくしておきます。そうするとこんな感じですね。左右同じように作っておきます。あとはこのまま仕上げていきます。
理想通りになることなんてほとんどないけど、それを目指す過程も一緒に楽しめるんだったら、まあ全然いいんじゃないかなと思いますけどね。これに共感できた方、クレイジーな世界へようこそ。これで完成です。はい、これで歌の髪型が完成いたしました。白星にも応用できそうな髪型ですね。多分モチーフ同じ人形なんでしょうね。リクエストの件もたくさんコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。はい。皆さんおはこんばんにちは、さとけん。